おはよう。今日はタオルを巻いてお届けしております。今日珍しくね、朝髪を洗いました。いつも夜ね洗ってるんですけど、これからノンフィクションのカフェに行くということでずっと気になってたんだけど、なかなか行けてなかったから楽しみで浮かれて、ちょっと朝シャンしてみました。代官山のショップの2階にあるんですけど、今回ノンレーズンサンドイッチっていうお菓子のブランド、有名なところとコラボをしてスペシャルメニューが出るということでご招待いただいたんですけど、実はそのノーレーズンサンドイッチもすごい気になってたので、今回ずっと気になってた2つが合体して楽しめるということで、すごい楽しみにしておりました。で、これから外に出るんですけれども、花粉がやばいです。この間ビデオでなんかもう大丈夫かも、すごい良くなったかもみたいなことを言ってたと思うんですけど、全然そんなことなかった今年の花粉はやばいって毎年言ってるとは思うんですけど、今年こそ本当にやばくないっていう話をこの間現場でしておりまして、もう目はシパシパするわ、かゆいわ、鼻水はズルズル出るわで、なかなか辛いでございます。ですっごい天気いいから花粉すごそうだなと思いながら、でもね、可愛い空間で美味しいものを食べていきたいと思います。おはよう。今日は早紀江さんのところに髪を切りに行きます。今年はまめにちゃんと髪の毛を切る大人になるということで、自分で前髪切ったりせずに早紀江さんのところに髪を切りに行きたいと思います。で、今回は前回の髪型が結構気に入ったので、また同じ髪型にしてもいいかなと思っていて、前髪が結構伸びてるので前髪を短くしてもらうのと、あと後ろがちょっとショートヘア風にしてたので、ボブ風じゃなくて後ろはなので、こう結構なんかって感じになってるから、後ろをピッとしてもらおうかなと思います。で、前の方はちょっと前回よりももうちょっと短くてもいいのかななんて思いつつ、でも早紀江さんに相談しながら切ってもらいたいと思います。来ました、ちゃんと。この間とでも同じ感じの白かな。やっぱり伸びるのが早くて、すごいちょっとしか楽しめなかったなと思ってて。朝から撮影してたので、ちょっと
しっかりめのメイクなんですけれども、今日は作業日ということで、これからパソコンでいろいろメール返したりとか、原稿チェックしたり、動画編集したり、ポッドキャストを編集したり、いろいろやろうかなと思ってるんですけど、最近撮影とかミーティングとかで結構バタバタしてて、家が荒れ模様だったので、まずは掃除からということで朝はちょっと本当に撮影終わった後に掃除して洗濯したりとかしてたんですけど、今日は皆さんにやっとシェアできるお知らせがあります。私この度バビロンというブランドさんとコラボをさせていただきまして、お洋服を作りました。ちょっと YouTube でもちょこちょこ紹介してたんですけど、実は今日着ているこのトップスと今日履いているこのスウェット、あともう一個めちゃくちゃ形の綺麗な T シャツを作りました。このトップスは結構贅沢に生地を使って緩めの、でも丈が短め、袖が長め、本当にこのシルエットにすごくこだわって作っております。で T シャツの方はちょっと着替えてきますね。じゃん。すごい綺麗な T シャツ作ってもらったんです。今回もうこだわりたっぷりなので話したいこといっぱいあるんですけど、横のところをねちょっと上げてるんです。なので腰回りのところが綺麗に見えたりとか、袖の部分もちょっと短めにすることによってシャレ感もね出してもらったりとか、あと生地の厚さ、厚すぎずでも薄すぎずっていうのにすごいこだわらせてもらって、で今回は私普段ニュートラルカラーが多いんですけど、色物を作りたいということでこのブルーと、あとは定番の白と赤を作りました。でスウェットパンツの方はパジャマっぽく見えない美脚に見える大人のスウェットパンツっていうのを目指して今回作らせてもらったんですけど、前の方の生地を少なめにして後ろを多めにすることによって足がすっきり見えたりとか、ポケットもすごくミニマルなポケットにしてるのでシルエットに響かないです。今回本当に可愛いものが出来上がったので、ぜひ皆さんよかったらチェックしてください。概要欄のところに細かいこと書いてあるリンク貼っておくのでよろしくお願いします。クリニック系に来ました。今日もニジュラムを打ってもらう予定です。先生だったら、あと私何やったらいいと思いますか？顔ちっちゃいしね、たるみ少ないしね。でもやっぱ定期的にやっぱ僕たちがこの老化させないためにはこうたるみ治療ちょっとやってもいいかも。たるみ治療だったら何がいいですか？うちねいっぱいある。ハイパーもあるし、高周波もあるし、光治療もあるし、だからダウンタイムとそういうのによって変わってくるけど、そういうのちょっと混ぜてみるのもありかもしれない。ちょっとこの辺のとこね、この辺のとこね、ちょっとだけ上げるような感じしてみてもいいんじゃないかなと思うんで、また時間ある時に来てもらって、まずは弱いバージョンからちょっとやって、ボリューム少ないんで、強くやりすぎてちょっとけっそりさせるのもね、僕も怖いし、なんでハイプよりは高周波向きで、その高周波とかそういう光とか、いわゆるその光を使って熱を加える治療とか、そういったものを混合させるっていう形でもいいと思う。麻酔中でございます。今回はね、首もリジュランを打っていただくということで首も麻酔してるんですけど、前回はね小規麻酔をしなかったんですよ。ですっごい痛かったから次回は絶対に小規麻酔しようと思ってたんですけど、でも手術をした時の全身麻酔で結構具合が悪くなっちゃったから、小規麻酔も具合悪くなるんじゃないかなと思って、今回もクリームだけにしますって言ったんだけど、でも痛みを思い出せば思い出すほどやっぱりちょっと小規もやった方がいいかなってすごい迷ってるんですけど、一回これでいってみようかしらと思っております。この辺はねテープの
麻酔がねついてる。あーどうしよう、すごい痛かったよね。やっほー、今日はセーフスペースの収録があるのでいろいろ準備をしてるとこなんですけど、また深見ちゃんがゲストに出てくれるということで、今これいろいろマイクのテストとかをしていて、前回深見ちゃんと撮った時はマイクが1個しかなかったので2人で1個のマイクをシェアしてたんですよ。で、小橋健二くんがゲストに出てくれた時はマイクが2本あったので2本のマイクで撮ったんですけど、何せ私完全 DIY なので全部録音から編集まで自分でやってるんですけど、その機材のこととかまだ勉強中で、音の質が2本のマイクだとあんまり良くなかった気がしていて、でももちろんね、ゲストを迎える際はマイクが2本あった方がいいので、これからそういう風にできるようにいろいろ設定とか、それこそマイクの種類とか、今これ1人ではこれを使ってて、前はこれを使ってて、深見ちゃんと2人で撮った時はこっちだったので、どっちの方がみんなが聞きやすいかなっていうのをいろいろ試したりしてみてるんですけど、深見ちゃんが来てからまた一緒にテストさせてもらえればなと思ってるんですけど、いろいろ試行錯誤しながらやっております。こっちのマイクの方がこう広く音を拾うらしくて、でこっちのマイクはもうみんながポッドキャストで使ってるマイクっていうことで、これを私は新しくゲットしてみたので、これは一番最初にゲットしたやつと2本目にゲットしたやつがあって、それぞれ種類が違って、多分一番最初にゲットしたやつをこの間ケンジくんが使ってて、私が使ってたんですよ。でケンジくん側の音がすごいたくさんやっぱり音を拾っちゃってて、それを改善したいなって今回思ってるんですけど、だからこれで2人で撮れたら多分一番ベストなんじゃないかなと思うんだけど、でも拾い具合にもよるのかしらと思いながら、難しい。なんかいろいろリサーチしてるんですけど、チャット GPT にもいろいろ意見聞いたりとかなんかそれこそ本当に YouTube 見たりとかしていろいろね見てみてる。やっぱ音の世界はすごい奥が深くって、なんかそのフラットに聞こえるとかフラットに聞こえないとかっていう話とかがもちろん書いてあるんですけど、リサーチしてるとなんかむずいなそれと思いながら、一人の時はねもうこれで結構いいなと思ってて、あんまりその外の音とかも拾わないし調子がいいんですけど、欲を言えばここが光るのね、で喋ってる時にでこの光るやつがすごい気になっちゃうから、これを消したいなって思ったりとか、絶対やり方あるんですけど、それ私ちゃんと調べなきゃいけない。気になるなと思いながらそのままにしてた。でこの横にもさこういう調整とかがついてるからさ難しい。深見ちゃんの声が大きくてすっごいマイクが遠くて、そうです、今すごいマイクが遠いんですけど、これで一応正しい位置なのでかなさん正しくはこうやってセットしてくれたんですけどここがいい状態でしょ、私たちにとって声のバランス声のバランスはね、今日朝イベント出てたんだけど、ずっと私だけキンキン言ってたからだから学んだの、マイクは遠めで話し目でそう、片山イベントに出てたんだけど、人生で初めて、マイクをなるべく遠ざけてくださいって言われてなかなか言われないね。言われないマイクがオンですとかね、あ、もうちょっと近くにそうそうそう、あと早くしてください、遅くしてくださいはあるけどね、マイクを遠くって、紙でこうやって出たのくだらないやるよやろう。よろしくお願いします。お願いします。